コンピュータが新しく決まったの。でね、その中を覗いたら GPU が1個も入ってなかった。これマジ？海外テックのこれマジ？リナです。普通世界一の計算機なら GPU の山がぎっしりなのにゼロ。ミントだよ。海外のテックを2人でフェアに確かめる番組なの。面白そうって思ったら軽く登録していってくれると嬉しいな。ちなみに GPU っていうのは AI や画像の計算がすごく得意な専用チップのこと。その得意な子がゼロで世界一。どうやって？しかも面白いのが同じマシンが別の競技だと4位なんです。1位なのに4位？どっちなの？その両方がちゃんと本当。今日はそのからくりをフェアに見ていきましょう。まず舞台のお話から。世界にはスパコンの世界ランキングがあるんです。スパコン？スーパーコンピュータ、普通のパソコンを何万台分も束ねた巨大な計算機です。その速さを世界中で比べる番付がトップ500、半年に一度更新されます。世界の計算機の横綱番付みたいなものか。その2026年6月版で新しい世界一が出ました。名前はラインシャイン。ラインシャイン、どこの国の？中国深センのセンターに置かれたマシンです。それまで1位だったアメリカのエルキャピタンを抜きました。どれくらい抜いたの？倍精度っていう一番厳しい計算で約2割、21% くらい上回りました。2割って結構な差だ。ちなみに倍精度っていうのはものすごく細かい桁まで正確に計算するモード。科学のシミュレーションで使う一番きっちりした物差しだと思ってください。その厳しいやつで世界一になったんだね。しかも中国がこの番付で1位を取るのは2017年以来なんです。そんなに久しぶり？実は中国ここ数年はランキングへの提出を一旦やめていたんです。それが今回久々に戻ってきていきなり首位だから話題になりました。ねえ、でもさ、世界一の計算機って最先端のチップがいるんでしょ？鋭い。そこが今日一番知りたいところですよね。中国ってアメリカの規制で NVIDIA とかの最新 GPU を買えないんじゃ。その通り、アメリカの輸出規制で最先端の GPU は手に入りません。じゃあどうやって？まさかこっそり？いえいえ、そういう話じゃないんです。答えはすごくシンプルで、最先端のチップを手に入れていない、買えないならいらない作り方にした。いらない作り方？ GPU を一切使わず国産の CPU だけで組んだんです。 CPU ってパソコンの真ん中に入ってるあの計算チップ？そう、汎用の頭脳薬です。その CPU だけをひたすら束ねた。入手できないものをなくしたんだ。発想の逆転だね。ここから先は正直に分かっていることと分からないことを分けますね。大事なところだ。まず設計はファーウェイだと報道されています。ただしトップ500の公式リストにはメーカー名が載っていない。あくまで報道ベースなんです。公式には社名が書いてないんだ。そう、だからファーウェイが作ったと言い切るのはまだ正確じゃない。そして工場もプロセス世代も HBM の出所も中国は公表していません。 HBM？ チップのすぐ隣に積む超高速のメモリです。今日はこの後出てきます。で、専門家は最先端の製造装置が使えない以上2世代古い国産チップだろうと見ている。じゃあそれで決まりだね。いいえ、ここが肝心。それは推測なんです。中国が公表していない以上推測の域を出ない。あ、推測を事実みたいに言っちゃダメなんだ。その通り。正直に言えば古めの国産チップらしい。でも詳しくはわからない。これが今の事実です。わからないことをわからないっていうのなんか誠実で好き。でもさ、1個ずつのチップが古めなら性能は劣るんだよね。1個あたりの力は最先端には及びません。なのに世界一どうやって埋めたの？答えは力技、数で殴ったんです。数で殴る？計算の最小単位をコアと呼ぶんですが、それをものすごい数つなげた。その数1380万。桁違いの規模です。1380万。想像できない数だ。ただこれには代償があります。電気です。電気？このマシン約42メガワットを食べる、だいたい中規模の町が丸ごと使う電力です。町一つ分の電気で計算してるの？そう。だ
だから燃費で見ると実は負けてるんです。同じ電力でどれだけ計算できるかで比べるとエルキャピタンの方が上。速いけど燃費は悪いってこと？まさにその一言。速さは世界一、でも効率では米最先端に負けている。数と電力で押し切った世界一なんだね。正直でいい数字だ。でもさ、そもそも GPU って何が得意なんだって？大きな表の掛け算、いわゆる行列計算はものすごく速いんです。 AI の中身もシミュレーションの中身も結局この行列計算の山なんです。じゃあ GPU がないとその行列計算は誰がやるの？そこが工夫のしどころ。ライン社員は CPU の中に専用の行列ユニットを入れたんです。 SME と呼ばれる仕組みで行列の掛け算を専門にこなす小さなエンジンです。あ、GPU の代わりを GPU の中に組み込んだんだ。使われている CPU は LX2 という ARMv9 ベースの新しいチップです。しかもさっき話した HBM 超高速メモリも同じチップの上に乗せてある。行列ユニットも速いメモリも全部1個のチップの中？そう、これまでの世界一は CPU と別の大きな GPU の山を組み合わせるのが普通でした。計算薬と加速薬が別々、これをヘテロデコボコの構成と言います。ライン社員、加速薬を外に置かず CPU1 種類で全部やるホモ均質な構成なんです。デコボコをやめて同じチップで揃えたんだ。すっきりしてる。ちなみにこういう ARM の設計を各社が使えるようになったのは ARM の2021年の方針が背景にあります。ただそこの細かい条件は今日は深入りしません。要点は加速器なしで束ねたということ。さあ冒頭の謎、同じマシンが1位なのに4位の話です。そうそう、それがずっと気になってた。世界一になった倍精度の物差しは HPL というぎっしり詰まった表の掛け算テストです。ここではライン社員が堂々の1位、エルキャピタン、フロンティアを抑えました。世界一。ところが AI 向けの物差しに変えると順位が変わるんです。 AI 向けの別のテストがあるんだ。 HPL MIX-P という AI で使うざっくり速い計算を測るテストです。そこではライン社員は4位まで下がる。倍精度では1位なのに AI では4位？なんで？ここが今日一番のこれマジ。理由はさっきの SME にあります。 CPU の中の行列ユニットはきっちりした倍精度の計算ではとても強い。でも AI が得意とするざっくり速い計算では本物の GPU の土俵には届かないんです。 GPU が効く競技だと CPU の行列ユニットだけじゃ足りないってこと？その通り。だから同じマシンが科学計算で1位 AI で4位という非対称が生まれる。速さって一つじゃないんだ。そこが大事。フロックス計算の速さの数字が大きい AI に強いとは限らない。一言で言うとフロックス AI 速さの種類が違うんです。同じ筋肉でも種目が違えば順位が変わるみたいな。いい例え。あと正直に付け足すとこの HPL というテスト自体実世界そのものではないんです。ぎっしり詰まった表の掛け算という理想的な条件での速さ比べだから現実の仕事の全部ではない。物差しはあくまで物差しってことか。ねえ、これって中国がアメリカに追いついたってこと？そこは正直に慎重にいきましょう。答えはそう単純じゃないんです。規模と電力では確かに米最先端を上回った。これは事実。でも効率では負けていて AI の土俵でも届いていない。勝ったところと負けたところがはっきりあるんだ。そう。だから TSMC や NVIDIA に追いついたというのはちょっと言い過ぎ。一番フェアな言い方はね、制裁という制約が生んだ割り切った別会。別会？最先端の GPU が買えない。じゃあ GPU に頼らない設計で勝てないかと振り切った。今は世界中が GPU を山ほど積むのが当たり前。その時代に均質な CPU だけで世界一を取った。有効と逆方向でてっぺんを取ったんだ。それはちょっとかっこいい。ここで面白い問いが立つんです。 GPU を全部森にするのだけが本当に唯一の正解なのか？確かに違う道でもてっぺんに行けたんだもんね。そう。制約は時に新しい設計を生む。
それを見られたのが今回一番の収穫です。そしてわからないところ、工場やチップの世代は無理に断定しない、わからないまま正直に置いておく。まさった負けたじゃなくて、へえ、そんな手があったんだ。で見るとすごく面白いね。 GPU なしで世界一って本当に発想の逆転だったね。気に入ってくれたら AI を動かすチップの話は他にもたくさんありますよ。誰がどんな制約の中でどんな別解を選ぶのか、そこを覗くのがこの番組の楽しみです。テックの裏側の工夫にワクワクする人は絶対ハマるやつだよ。まとめます。1つ目、世界一のスパコンに GPU がゼロ、制裁で買えないから国産 CPU に全振りし、数と電力で米最先端を倍精度で約2割上回りました。2つ目、工場もチップの世代も HBM の出どころも中国は公表していない。ハーウェイが設計、エスミックの古いプロセスっていうのは報道や推測、断定はしないんだ。3つ目、倍精度では1位でも AI 向けのベンチでは4位、 GPU が効く AI の計算では別物だから、速さの数字 AI の強さではないんです。 GPU なしで世界一でも AI では4位、同じマシンなのにやっぱりマジで面白い。勝った負けたで煽る話じゃなく、設計の工夫として見るとワクワクする話、これが今日のところでした。今日は世界一の決め方が一つじゃないってして高いだったね。制約があると人は思いがけない設計を編み出す、そこがテックの面白さです。 GPU なしで世界一って話、誰かに話したくなっちゃうな。いいですね。楽しんでもらえたら登録ボタンを押しておいてもらえると嬉しいです。海外テックのこれまじ、また次回。